飲食店は3年で7割が潰れる。そう聞いたことがある人は多いと思います。ところが日本政策金融公庫の調査では、開業した店の8割以上が5年後も生き残っていました。私が20年通うあの空いてるように見える定食屋も未だにのれんを出しています。味も立地ももちろん大事です。でもあの店が続いている本当の理由はそれだけじゃ説明しきれないんです。ある火曜の昼、私はいつもの路地裏の定食屋で日替わりを待っていました。カウンターに客は私を入れて3人。ふと半年前にこの並びにできた内装にお金をかけたおしゃれなカフェがもう閉まっていたのを思い出したんです。開店日にはあれだけ行列もできていたのにあっさり消えた。なのにこの古い店は私が新人だった頃からずっと続いている。味がいいからで片付けてもよかった。でも消えたカフェだって味は悪くなかったんです。私は仕事では業者の見積もりを1行ずつ確かめるのに、この店のことは何も分かっていない。だからその日、仕事の目でこの一皿の日替わりを見直してみることにしました。まずこの850円で店にいくら残るのか、頭の中で電卓を叩いてみたんです。食材費は売上の3割6分ぐらいが平均なので、850円なら材料でざっと300円。世間では材料費と人件費で売上の6割が消える厳しい商売だとも言われます。そこに家賃や光熱費、こまごました経費が乗って、それを全部引いた残りが店主の夫婦2人の取り分です。会社員みたいに決まった給料が振り込まれるんじゃな。売れた分から出ていくお金を引いた残りがそのまま暮らしになる。850円ならざっと200円から300円ほど。これだけ薄いと潰れない理由の方がむしろわからなくなりました。ただその残りで暮らす形には一つ強みが隠れていたんです。利幅が薄いならもっと安く出せる。資本力のある大きな店が来たら一発で終わるはずです。実際駅前にワンコインの大手チェーンができた時、さすがにあの店も危ないと本気で思いました。ところが先になくなったのはチェーンの方でした。なぜかさっきの残りで暮らす形がここで効いてくるんです。夫婦の取り分は決まった給料じゃないので、客が少ない月は自分たちの取り分を削ってなんとか持ちこたえられる。ところがチェーンは売り上げが落ちても社員の給料も本部の経費も高い家賃も毎月決まって出ていく。だから2割3割落ちただけですぐ赤字になって撤退する。同じように見える2つの店でもお店にお金が残る仕組みが根っこから違っていたんです。ここまでで私は夫婦でやって固定費が軽いから続くんだと思い込んでいました。ある日少し離れた通りに若いご夫婦の新しい定食屋ができていました。同じ夫婦経営ならこの店もすぐ続くはず。ところがその店は1年ほどで静かに閉まってしまったんです。私は足を止めて考え込みました。同じ夫婦経営なのになぜ片方は20年続いて片方は1年で辞めたのか。夫婦だからという私の答えは半分しか当たっていませんでした。固定費が軽いのは本当。でもそれは夫婦だからじゃなかったんです。飲食店は1日講習の資格と平均1100万円ほどの開業資金があれば誰でも開けます。新しく始める人は内装や設備のお金の6割以上を借金で賄うので、開いた初日から毎月の返済がのしかかる。でも新しい店が本当に持っていなかったのはお金のことじゃなかったんです。あの古い店が20年かけて手に入れたのは返済ゼロの身軽さだけじゃありません。毎日通ってくれる常連と安く回してくれる八百屋との付き合い、どちらもお金を積んでも初日には手に入らないものでした。それは20年かけてようやく手に入るものだったんです。新しい店がその日から同じ土俵に立つのは無理だったんです。薄利でも回せる固定費の軽さは続けるための土台。その土台の上で20年がお金で買えない力を育てていました。その一つが最初に見たあの場面です。店主が八百屋の主人と名前で呼び合っていた。あれはただの仲良しじゃなかったんです。20年の付き合いがあるから、いい品を相場より少し安く回してもらえるし、
急な無理も聞いてもらえる。だから薄い利幅でも味を落とさずに続けられる。仕入れ先との長い関係そのものがお金には変えにくいもう一つの力でした。固定費の軽さという土台に仕入れの芯、この積み重ねが潰れにくい形を作っていた。でも一番効いている力はもっと身近なところにありました。私たち常連です。外食する人の8割近くは新しい店を探さずいつもの店に行くという調査があります。店からすれば広告を打たなくても毎日同じ顔が来てくれる。考えずに足が向く私たちの習慣こそが一番お金のかからない一番強い守りだったんです。多少高くても付き合いの長い相手を人はそう簡単には切らない。あの定食屋は私にとっての仕事でいう切れない取引先だったんです。その日の昼も私はいつも通り日替わりを頼みました。850円。ずっと同じ値段だと思っていたその一皿がちょっと違って見えたんです。これは店主が20年かけて積み上げた簡単には真似できない積み重ねそのものだったのかもしれない。あなたにも考えずに足が向く店があると思います。その店が続いているのは味や立地だけでなく、あなたが通い続けているからかもしれません。そしてこれは店だけの話じゃない。あなたの仕事であなたが替えの利かない人でいられる積み重ねはどこにあるんでしょうか。当たり前の裏側を一緒に考える動画をこれからも作っていきます。面白かったら高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。